新たに移住してきた2人の住民のために川岸に家を建てることになった。すると何日か経ったある日、貫禄から相談があると声をかけられた。どうやら以前住んでいた島では漁師をしていたらしく、この島でも漁師として働くために以前の島に置いてきた船を保管する場所が欲しいとのこと。もずくは要望を受け入れ、保管場所を作ることになった。果たして今回はどんな開拓物語になるのだろうか。こんにちは、もずくです。今回は初の渓谷を作ります。活動5年目にしてやったことないことをちょこちょこ挑戦していってるんですけど、今回はそのうちの一つということで、正直渓谷みたいな自然な島繰りって今までやってこなかった分苦手意識があるんですけど、同じように苦手な方の参考に少しでもなればなと思います。それでは早速作っていきます。どうぞ。今回作る場所は集会所と前回作った川岸の住宅地の間のエリアです。前回作ってて見晴らしの良さそうな場所になりそうだなと思ったので、ここに渓谷を作ることになりました。で、今回島繰りを進めていくのは1段目なので、まずはそこまで移動していきます。では早速作っていくんですけど、渓谷にするためには両側に山がないといけないので山を作っていくんですけど、とりあえず今右側には集会所を作った時の山があるので、左側の山を作っていきます。で、一応右側の山も少しいびつな形に整えて、さっきお見せした画角の真ん中に川が通るようにしたいので、左側の山は右側の山と左右対称な位置に作っていきます。そうすると川幅が3マスになりました。山の位置は左右対称には作ったんですけど、形は左右非対称にしています。なんか私の感覚でなんですけど、いつも島繰りをするときは人工的な部分は左右対称にして、そうじゃない自然な部分は左右非対称に作ることが多いです。では山の位置が決まったので、もう少し形を整えていきます。ちなみにさらに隣に山があるんですけど、ここは隣のエリアにつながる道になるので、少し開けて崖を作っていきます。で、ちょっと伝わるか不安なんですけど、山を作るときは周りの崖とつなげて大きな山を作る方法の他に、木を植えられるぐらいの崖を作って山を独立させると本物の山っぽくなるんじゃないかなと思って、今回はそういう風な方法で作ってます。はい、全体はこんな感じです。では次は川の始まりを作るために滝を作りたいので、奥に崖を作っていきます。で、一応渓谷の中にも入れるようにしたいのと、さっきも言った通り山を独立させて作っていきたいので、手前の山と一マス開けて作っていきます。で、さらに川の始まりらへんは手前から見た時に空間が広がっているように見せたいので、崖を奥にくぼませて作っていきます。はい、ここから見るとこんな感じです。では滝を作るための2段目も作っていきたいので、まずは土台を作ります。で、滝は川の位置と合わせたいので真ん中ら辺に作ります。
はい、手前から見るとこんな感じです。位置も良さそうなので続けて崖を作っていきます。で、ここまでご覧の通り今回は崖ばっかり作ってます。なのでちょっと崖のことばっかり何を話していいかわからないんですけど、今回の動画はしまくり動画というよりかは崖のコツ動画になりそうです。はい、ということで全体はこんな感じです。奥の崖と滝を作れたので次は川を伸ばしていきます。で、川は途中で終わらせたんですけど、あらすじにもあった通り貫禄の船を置きたいので手前側だけ開けておきました。で、そうなると川の終わりもなじませたいので右側の山に滝を作っておきます。全体はこんな感じです。では次は左の山がまだ山っぽく見えないので3段目を足していきます。木は3段目だけに植えられればいいかなと思うので2段目のギリギリまで作ります。で、より左右非対称に見せるために左側の山には大きな滝と池を作ります。で、池は2段目の崖の縁に沿って作っていきます。はい、全体はこんな感じになりました。ではこれで崖部門は終わりです。崖を作り終わったので次は全体の装飾をしていきます。まずは船を置くところの下に木の板を敷きたいので前デザインを敷いて、少しだけ革を修正して木の板の上に船を置いておきます。はい、全体はこんな感じです。船は現代家具なんですけど、全体を見せすぎなければ江戸時代でもなじませれるかなと思ったので使いました。では次は山に重要な木を植えていきます。で、今回のエリアは竹に加えて松も使っていきます。松は家具なので崖のギリギリでも置けるので使いました。で、もりもりにするためには何列も奥に植えたいんですけど、そうすると面積を取りすぎてしまうので西部の街並みを置いて背景を埋めてみました。どうでしょうか。西部の街並みがなかったら多分スカスカだったんじゃないかなと思います。では次は木の間や2段目の崖の上を低木や麦畑で埋めていきます。で、低木や麦畑だけだと少し単調な気がするのでところどころ灯籠や岩を置いていきます。はい、全体はこんな感じになりました。どうでしょうか。もりもりさせたことでだいぶ山っぽくなったかなと思います。では次は川の上に橋がかかっても可愛いんじゃないかなと思ったので吊り橋をかけます。はい、そうするとこんな感じです。どうでしょうか。だいぶエリアに満足感が出てきたかなと思います。ということで次は橋の周りを作っていきます。まず橋につなげるための石畳を敷いていきます。で、橋の終わりは
お地蔵さん的な家具を置きたかったんですけどないので、石のスツールの上に備えてあるカサブランカとお地蔵さん代わりに石獅子を置いておきます。そうするとこんな感じです。お地蔵さんではないんですけど、動物の森の世界のお地蔵さんっぽく見えるんじゃないかなと思います。では続けて橋の左側を低木や麦畑で埋めていきます。はい、全体はこんな感じになりました。では次は前回作ったエリアと左側の山の間を埋めていきます。植物だけでもりもりさせてもいいかなと思ったんですけど、ちょっとスペースがあるので、まず地面に石畳を敷いて、石畳の境目に扉を置いて、その後ろに東屋を置いて建物に見立てます。で最後に見晴らし台の上に和風なベンチと景色を見ながら食べるおにぎりと渓谷の説明が書いてある石碑と樽を置いて、これで今回の島栗は完成です。いかがでしたでしょうか。今回は初めて渓谷を作ってみました。木の種類を変えたり、麦畑の代わりにお花を植えたり、灯籠の代わりにキノコのランプを置いたりするとまた違った印象になるかと思うので、よければ作ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。